ということで、ホンダホーク11でいつもの峠道を走って、このモデルの基本的な走行フィーリングを確認してみました。この後編では高速道路に乗ってこのモデルのライディングポジションや高速巡航性能、そしてエンジンを回した時のフィーリング、装備品、最後に良かった点悪かった点などのまとめをコメントしたいと思います。高速道路に乗りました。それではこのモデルのライディングポジションについてコメントしていきたいと思います。このモデルはセパレートハンドルを採用していて、グリップの位置はかなり低いと言って良いと思います。で、今私はシートの前端部に着座していて、この状態でグリップを握るとですね、ライダーの上半身はかなり前傾しています。背骨は丸めているので、あくまでも感覚的な話ですが、どれぐらいでしょうか、20度ぐらいは前傾しているんじゃないでしょうか。また峠道でコメントした通り、このようにシートの後端部までライダーズシートのその段差に尾てい骨が当たるまで腰を引くと、私の肘は完全に伸びきっていて、こうするとどうでしょうか。先ほどのライダーの上半身の前傾度は20度から25度あたりに移行したという感じ。このモデルでロングツーリングする場合は背筋腹筋に若干の負担があるということは間違いないと思います。今私はステップから真上に足を持ち上げているんですが、どれぐらいですかね、3、4センチぐらいはステップから足を持ち上げることができるので、膝周りに関しては私はイメージしていたよりは若干の余裕があるかなと感じています。またこのモデルはこれだけ上半身の前傾度が深いにもかかわらず、ステップがそれほど後ろについているわけではないので、これも膝周りのちょっとした余裕につながっているのではないかと思います。で、今日私はもうすでに160キロ弱を走行していますが、着座面に関しては痛くなるかならないかちょうどギリギリといったあたりでしょうか。シートの後ろの方は座面の幅もあるので、この状態だと結構快適なシートだなという印象ではあるのですが、先ほどもコメントした通り、この状態だと肘は完全に伸びきっていますし、長時間はちょっと厳しいかなという感じ。その一方でシートの前端部まで着座面をずらすと、ここはですね、結構シート絞り込まれているんで、足つき性は良くなるんですけれども、長時間のライディングをしていると先ほど言った感じ、今の状態だと着座面が痛くなるかならないかギリギリのあたりといった感じです。ですので先ほど言った通り、このモデルで長距離を走りたいという方は適宜着座面をずらすというような対策が必要になるかもしれません。このモデルのシート、外見上は座り心地が良さそうに見えるのですが、実際にこのように着座してみると、シートのウレタンもそれほど厚いというわけではなく、ウレタン自体もやや固めに調整されているような感触があり、これがですね、先ほど言ったようなシートの感触につながっているのかもしれません。今私は峠道と同じくスポーツモードで走っていて、ギアは6速。今だいたい80キロぐらいですが、このようにゆったりと流している状態だと、エンジンの回転数は6速トップギアで3000回転で、この状態からこのように開けるとだいたい4000回転弱ぐらいまで回転が上がるわけですけれども、この比較的エンジン負荷の高い状態でスロットルをパカッと開けると、リアタイヤを中心に270度クランクを持つ並列2気筒エンジンらしいドロドロドロっとしたフィーリングが伝わってきて、ライディングポジションは全く違いますけれども、乗っている印象としてはクルーザーモデル、このエンジンを搭載したモデルということであればレベル1100がありますが、まさにあのモデルに乗っている時のフィーリングと同じだなと感じます。
でトンネルの中なのでちょっと音が聞こえると思いますが、やはりエンジンの表情はとても豊かだなと思います。主にシートから270度クランクらしいドロドロとしたフィーリング、トルク変動の感触が伝わってきます。手が届くので今エンジンのシリンダー部分に軽く触れているのですが、振動を完全に殺しているわけではないので、これだけ表情が豊かなエンジンなのだと思います。それでは少しエンジンを回してみます。今4速です。今4000回転ですけれども、少しエンジンを回し始めると、このドロドロとした感触のピッチがどんどん細かくなっていって、そして峠道ではこのモデルもグリップに少しピリピリとくるような振動があるようだとコメントしましたが、このようにエンジンをある程度高回転域で回し始めると、完全に収束するわけではありませんけれども、そのちょっとピリピリくるような振動の頂点のところが角が取れて丸められたような感触になって、このモデルの場合は私はどちらかというと回し気味で乗った方が楽しいかなと思います。もう一速落としてみます。これ3速。今エンジンの回転数5000回転ぐらい、振動というかトルク変動によってこういった感触がもたらされているせいか、おそらくこれであれば高回転で回してしばらく乗ったとしても手がしびれるようなことにはならないのではないかと思います。エンジンはかなり回っているんですけれども、そういった不快な感触を残さないという点においてはとてもうまく処理されていると感じます。これ2速です。2速で制限速度付近で走ると、だいたいエンジンの回転数は6000回転から7000回転あたりに到達します。いい音ですね。今回の試乗でここまでエンジンを回したことはなかったので、ちょっと意外なほどいい音です。今までスポーツモードで走っていたのですが、1段落としてスタンダードモード、はい、今スタンダードとスポーツモードを切り替えながら走っているのですが、スロットルをオフにしないとモードが完全に切り替わらないのですが、スタンダードモードとスポーツモードではかなりキャラクターが違って、スポーツモードの方がアグレッシブだなと思います。このパワーの出方が全然違うといった感じがします。それでは交通が流れているようなので車線変更してみます。このモデルは先ほども言った通り、シートの着座位置の前後の自由度がかなり高くて、このシートの前端部に着座している場合と、このシートの後端部に着座面をずらした場合とでは結構車体のフィーリングが変わるんですよね。で、私としてはそうですね、前傾が深くはなるんですけれども、このシート後端部まで着座面をずらした時の方がフィーリングがいいような気がします。この着座位置だと、このように車線変更するときでもシートの座面の幅が広くなっているので、軽い力でこのように車線変更をスムーズに行えるといった感じ。一方、このシートの前端部に着座した場合は、このシートに加えた入力が車体に伝わるのにワンテンポ遅れるというような感じ。ちなみに峠道を走っている時から感じていたことではありますが、
私は基本的にこのモデルの車体の設定というのは安定性重視ではないかと思います。峠道でもスーパースポーツとはちょっと乗り味が違うよとコメントしましたが、高速道路における直進安定性も相当優れているという印象ですし、高速道路上の先ほどから大小さまざまなギャップを拾っていますが、そういった時も車体は全く何事もなかったかのようにまっすぐ進んでいくという感じ。この辺りのフィーリングというのはアフリカツインのみならず NT1100 などとも共通したフィーリングだと思います。あとこのモデルはこのようにスロットルを大きく開けても前輪の接地感が常に確保されているというのが良いところではないかと思います。今これ2速ですけども、2速でこのようにスロットルをちょっと大きめに開けたりしても、スロットルを開けた時にフロントフォークを伸ばすというよりはどちらかというとそのまま前に出ていくような感触が強くて、この辺りも高速道路の落ち着いた走行フィーリングに寄与しているのではないかと思います。車体の見た目としてはそんなに前輪重視という感じではないんですけれども、このように走らせてみると相当前輪に荷重が乗っているんでしょうね。このモデルの装備品といえば何といってもこの FRP 製のロケットカウルではないかと思います。このウィンドスクリーンに関しては高さがそれほどあるわけではないので、そうですね、ライダーが伏せれば別ですけれども、体を起こした状態だとどれぐらいでしょうか、ライダーの胸には走行風がもろに当たっているという感じなので、高速道路のハイスピードクルージングでライダーの疲労軽減に大きく貢献するという感じではないと思います。ライダーの肩口にも相当走行風は当たっているなという感じです。これは装備品と言えるかどうか分かりませんが、このモデルのフロントフォークは昭和の SFFBP セパレートファンクションフロントフォークビッグピストンを採用しています。で、今トップブリッジに見えると思いますが、この部分でプリロードの調節ができるようですね。リアのショックアブソーバーもプリロードの調節ノブは別体式となっていて、前後ともにサスペンションのプリロード調節がやりやすいというのはとても良いポイントだと思います。ただ個人的にはこのフロントのサスペンション、調整機構がつくのであればプリロードではなく伸び側のダンパーが良かったかなと思います。確かこのモデルはね、コンセプトの一つとして上がりのバイクというようなものもあったと思うので、そういう意味ではね、このような前傾度の深いバイクを乗り継いできた方の、上がりのバイクということだと思いますので、そういう点からするとね、プリロードではなく伸び側のダンパーの方がおそらくそういうライダーの場合は満足度が高かったのではないかと思います。あとこれも装備品と言えるかどうか分かりませんが、このモデルはね、デザイン重視のところがあって、ミラーがこんな低いところについているんですよね。この FRP 製のロケットカウルを支えているステーからさらにステーが伸びていて、そこにミラーがマウントされているという形式なんですが、このミラーに関しては正直言って見やすいとは言えないですね。こうして走っている時もこのミラーを確認しようとすると視線の移動量が多くて、またですね、このミラーのこのマウント位置の関係だと思いますが、角度調節が結構微妙なんですよね。利便性や合理性を追求したバイクが増えている中にあって、ミラーはここについていた方がかっこいいよねということでこうなっているんだと思いますが、私自身はそういったバイクというのは嫌いではありません。もう試乗も最後なのでまとめたいと思いますが、私はこのモデルの最もいいところは今のミラーに象徴されているように、このバイク全体がですね、合理性の塊ではないというところです。現代のね、樹脂の成形技術であればわざわざこのロケットカウルにしても FRP で作る必要はなかったんだと思いますが、あえて手間とコストのかかる FRP 製のロケットカウルを採用するなど、あえて合理性を追求していないというところがこのモデルの色気であり最も良い部分なのではないかと思います。その一方でちょっと気になったのは、やはりこのモデルがエンジンやフレームをアフリカツインなどと共有しているがゆえに、人間がまたがっていない状態だとちょっと前後長が長くて、そのあたりでですね、見た目少しアンバランスに感じるという方もいるかもしれません。ただこれに関しては良い面もあって、近年ではですね、タンデムシートから後ろはスパッと切り落とされたようなモデルが増えてきていて、
ツーリングに行くにしてもどうやって荷物を積めばいいんだというようなものが増えてきていますが、タンデムシートの後ろにも余裕があって、シートバッグとかも簡単に装着することができます。これはデザインとトレードオフの関係でもあると思いますが、功罪両面あるという感じではないかと思います。はい、ということで今日はホンダのホーク11にじっくりと試乗しました。それでは今回試乗したホンダホーク11の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2190mm、全幅は 710mm、全高は 1160mm、ホイールベースは 1510mm、最低地上高は 200mm、シート高は 820mm、車両重量は 214kg、タイヤサイズはフロントが 120/7017 インチ、リアが 180/5517 インチ、メインフレームは CRF1100L アフリカツインから受け継いだスチール製のセミダブルクレードルフレーム、シートレールはアルミ製です。キャスター角は25度、トレール量は 98mm となっています。エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ OHC 直列2気筒、ボアストロークは 92mm×81.4mm で総排気量は 1000-82cc、 圧縮比は 10.1 で最高出力は102馬力7500回転、最大トルクは 104Nm、 6250回転となっています。給排気バルブの駆動にはホンダ独自のユニカムバルブトレインを採用。同じプラットフォームを利用している NT1100 が DCT 車のみの設定であるのに対して、このモデルはマニュアルトランスミッションのみの設定となっています。トランスミッションは常時噛み合い式の6段リターンです。排気系のレイアウト、サイレンサーの外観はご覧の通りです。フロントサスペンションは昭和製の倒立タイプ SFF-BP でプリロードアジャスターを装備しています。リアサスペンションはプロリンク式で分離加圧式ショックアブソーバーとアルミ製ロングスイングアームの組み合わせとなっています。フロントブレーキは日清製ラジアルマウント対向4ピストンキャリパーと 310mm 系のローターを組み合わせたセミフローティングタイプのダブルディスクブレーキ、リアは日清製片押しタイプピンスライド方式のワンポットキャリパーと 256mm 系のローターを組み合わせたシングルディスクブレーキとなっています。前後 ABS は標準装備です。ハンドル周辺の外観はご覧の通りとなっています。一般的な ABS 樹脂製ではなく、手間とコストのかかる FRP 製のロケットカウルがこのモデルの外観上の最大の特徴で、カウルの内側を覗き込むと繊維を貼り合わせた様子を楽しむことができます。また独特の位置にマウントされたバックミラーもこのモデルの特徴と言えるでしょう。メーターパネルは円形の反転液晶タイプで、エンジンパワー、ホンダセレクタブルトルクコントロール、エンジンブレーキのセッティングなどのパラメーターを表示するほか、多彩な表示機能を持っています。走行モードはスポーツ、スタンダード、レイン、ユーザーの4種類を搭載しています。ハンドルバーは垂れ角、絞り角の比較的大きなセパレートハンドル、左側スイッチボックスは多機能なタイプを採用し、スロットルは電子制御式となっています。またフロントブレーキのマスターシリンダーは純粋なラジアルタイプを採用しています。ライダーから見て左側のフロントフォークにはダイヤルがあり、プリロード調節が可能となっています。ブレーキレバー側には角度調節のアジャスターダイヤルを装備しています。左右のステップ、ペダルの形状はご覧の通りとなっています。エッジが効いたデザインを採用した燃料タンクの容量は14リットル。ライダーズシートは前後着座位置の自由度が大きく取られており、様々なライディングフォームに対応。シート下には標準装備の ETC2.0 車載機が格納されているほか、近年のバイクとしては空間的な余裕も多い方だと言えるでしょう。すべての透過器類には LED を採用しています。サイドスタンドはやや武骨な形状ながら接地面が広く安定性は高いと言えるでしょう。